よろしくお願いします。Ruby 会議2024 Day1 最後の時間ということで楽しんでいただけると嬉しいです。An Adventure of Happy Eyeballs というタイトルでお話をします。塩井と申します。改めましてよろしくお願いします。今回の Ruby 会議でプラチナスポンサーをしております株式会社 SMS という会社で普段は Rails アプリケーション開発のお仕事をしています。で趣味でネットワークなどの分野に興味があります。今回は昨年2023年度の Ruby アソシエーション開発助成に採択されたソケットライブラリーへの Happy Eyeballs バージョン2の導入というプロジェクトを下敷きにしたお話をしたいと思います。ところで Happy Eyeballs って何なんでしょうかについてお話をする前に、まずは現在のソケットライブラリの課題についてご紹介したいと思います。Ruby のソケットライブラリには、指定のサーバーに対して TCP で接続したソケットを返すというメソッドが用意されています。ソケットというのは、コンピューターにとっての通信の出入り口です。こういったメソッドは、例えば皆さんご存知の NetHTTP や NetFTP などのライブラリで使われています。こういったメソッドが内部的にはどんなふうに動作しているかというと、まず接続先サーバーのドメイン名を DNS サーバーに問い合わせて接続先の IP アドレスを取得します。それから取得した IP アドレス宛てに接続を開始して接続に成功したらそのソケットを返します。ところで接続先サーバーは IPv6 アドレスと IPv4 アドレスをそれぞれ持っている場合があります。なのでクライアントも IPv6 アドレスと IPv4 アドレスをそれぞれ DNS 問い合わせする必要があります。この DNS 問い合わせはアドレスファミリーごとにシリアルに実行されます。V6、V4 どちらかのアドレスを先に問い合わせてその回答を得られたらもう片方のアドレスを問い合わせるという感じです。なので例えば DNS サーバーが V6 アドレスの回答に時間がかかる V4 アドレスならすぐに回答できるという状況にあった場合、この状況で V6 アドレスを先に問い合わせてしまうと回答が返ってくるまで長い時間待たされることになります。V4 アドレスならすぐに回答を得られるにもかかわらずです。それから無事に名前解決が終わった後のことも考えてみましょう。クライアントは取得できた V6、V4 アドレスのうちいずれかに対して接続を開始します。この接続もまたシリアルに行われます。もしあるアドレス宛てに接続をしようとして失敗した場合は、失敗したことが確定してから別のアドレス宛てに接続を開始するという感じです。なので例えば接続先サーバーが V6 アドレス宛ての接続に時間がかかる V4 アドレス宛ての接続ならすぐに完了できるという状況にあった場合、この状況で V6 アドレス宛ての接続を先に開始してしまうとやっぱり長い時間待たされることになります。 V4 アドレス宛てならすぐに接続が完了するにもかかわらずです。で今ご紹介したのは接続先サーバーが IPv6、IPv4 両方のアドレスを持っている環境、いわゆるデュアルスタック環境では一般的な問題です。そこで IETF では RFC8305 にこの問題を回避するためのアルゴリズムを規定しています。それが Happy Eyeballs バージョン2です。それではこの Happy Eyeballs バージョン2がどんなふうに動作するかについてご紹介します。RFC によるとこのアルゴリズムには4つの段階があります。まず DNS 問い合わせを非同期で開始し、その結果取得したアドレスをソートします。その後これらのアドレスに対して非同期で接続を開始します。この接続のうちのどれかが成功したら成功した接続以外はキャンセルします。もう少し詳しく見ていきます。登場人物は先ほどと同じくクライアント、DNS サーバー、接続先サーバーの3社です。第1段階は非同期での DNS 問い合わせです。クライアントは DNS サーバーに V6 アドレスを問い合わせてその回答を待たずにすぐ V4 アドレスを問い合わせます。その結果 V6 アドレスを先に解決できた場合はすぐさまそのアドレス宛てに接続を開始します。そうではなく V4 アドレスを先に解決できた場合はハッピーアイボーズ的にはできれば V6 アドレスでの接続を優先したいという狙いがあります。なので V6 アドレスが返ってこないかどうか50ミリ秒間だけ待機します。50ミリ秒以内に V6 アドレスを解決できた場合はすぐさまそのアドレス宛てに接続を開始します。時間内に解決できなかった場合はこれまでに解決済みの V4 アドレス宛てに接続を開始します。ところで接続先サーバーは一つのドメイン名に対して複数の V6、V4 アドレスを持っていることがあります。この場合クライアントは RFC に従って取得したアドレスを優先的に利用する順に相当しておきます。これが第2段階です。
そうして接続を開始した後、すぐに接続が完了する場合もあれば、そうでない場合もあります。なので、クライアントは接続開始から250ミリ秒間、接続を待機します。250ミリ秒以内に接続が完了しなかった場合、解決済みの IP アドレスのリストからまだ接続を試していないアドレスを取得して、そのアドレス宛てに新しく接続を開始します。それ以降も接続を試していないアドレスが残っている限り、250ミリ秒ごとに解決済みの IP アドレスのリストからアドレスを取得する。取得したアドレス宛てに接続を開始する。開始した接続を250ミリ秒間待機するという振る舞いを繰り返します。これが第3段階です。ちなみにこれを繰り返している間に、バックグラウンドで他のアドレスファミリーの名前解決が完了することもあります。この場合は、新しく取得できたアドレスを解決済みの IP アドレスのリストに組み込んで、それ以降の接続に利用します。そうやって開始した接続のうちのどれかが無事に成功したとします。それ以降の通信はその IP アドレスを経由して行います。この時、成功した以外の接続はキャンセルします。これが第4段階です。シンプルですね。ともかく Ruby のソケットライブラリに HappyEyeballs バージョン2を導入する方法について考えていきましょう。今回 HappyEyeballs 対応が必要なメソッドは2つあります。1つが Ruby で実装されているソケット TCP メソッド。もう1つが C で実装されている TCP ソケットニューメソッドです。今回はこのうちソケット TCP の実装に焦点を当てていきたいと思います。それでは早速ソケット TCP に HappyEyeballs を実装していきましょう。ということでこちらが完成品になります。どんなことをやっているのかかいつまんでご紹介します。まずは名前解決に関する処理です。ここではアドレスファミリーごとにスレッドを生成します。で、各スレッド内で非同期に名前解決を開始します。名前解決が終わったら、取得したアドレスを解決済みの IP アドレスのリストに追加します。続いて接続に関する処理です。先ほどご紹介した通り、HappyEyeballs では250ミリ秒ごとにアドレスの取得、接続の開始、接続の待機を繰り返します。繰り返し処理にはループメソッドを使います。ループを開始した時点ではまだ子スレッドで名前解決中です。なので解決済みの IP アドレスのリストは空の状態になっています。リストが空の間は待機しておいて、リストにアドレスが追加されたら待機を解除してそれを取得します。そうして取得したアドレスに対して接続を開始します。それから開始した接続を250ミリ秒間待機します。この時間内に接続が完了した場合はループから抜けます。あとは後処理をして接続済みソケットを返したらメソッドは終了です。時間内に接続が完了しなかった場合は、ループの先頭に戻ってアドレスの取得、接続の開始、接続の待機を繰り返します。以上、ソケット TCP のHappyEyeballs対応でした。そんなにうまいこといくはずがなくてですね。実は今ご覧いただいたのは、私がHappyEyeballsに着手した時の最初の実装を簡略化したものです。なんですけれども、この実装、いろいろ問題がありまして、例えば、接続を開始した後、待機時間内に接続が完了せずに次のループに入ったケースを考えてみましょう。この時、解決済みの IP アドレスのリストが空の状態だったとします。そうすると、新しいアドレスが追加されるまでここで待機します。この間にバックグラウンドで接続が完了したとします。この場合はすぐにでも接続済みのソケットを返してメソッドを終了するべきです。なんですが、今の実装だとアドレスの追加を待っている間はバックグラウンドで完了した接続を検知することができません。なのでこのままアドレスの追加を待ち続けることになります。あるいは解決済みの IP アドレスのリストが空の状態で、かつ全てのアドレスファミリーの名前解決が終わっている場合、もうこれ以上新しいアドレスがリストに追加されることはないので、ここで永久に待ち続けることになります。まだあります。接続を開始した後、250ミリ秒以内に接続に失敗したとします。この場合は250ミリ秒の残り時間を待機してから次のループに入って新しい接続を開始したいです。なんですが、今の実装では残り時間を待機せず、すぐに次のループに入って新しい接続を開始してしまいます。じゃあこれを回避しようとして接続に失敗している場合は、残り時間分スリープするといいのかなと思ったりするんですが、この時、他に接続中のソケットがあった場合、スリープ中にバックグラウンドで接続が完了しても検知ができないとか、そうはならなかったとしても、スリープが明けた次のループで解決済みの IP アドレスのリストが空の状態だと、またここで待機が始まってしまうとか、考えれば考えるほど深みにはまっていって、もうダメだという気持ちになってくるんですが、
気を取り直してなんでこんなことになってしまったのか考えていきましょう。今ご覧いただいたループの中では、上から順番に名前解決の待機およびアドレスの取得、接続の開始、接続の待機を一連の処理として行っています。なんですが、解決済みの IP アドレスのリストだったり、接続中のソケットの状況によっては、不要な待機が発生してしまうことが分かりました。どうやらこういった解決済みの IP アドレスのリストや接続中のソケットの状況によって、ループの中で行うべき処理は毎回変わるようです。抽象化するとこういうことになります。ハッピーアイボールズアルゴリズムでは、解決した IP アドレスや接続中のソケットなどのリソースを扱います。リソースの状況に応じて適切な処理を行います。その結果、リソースが変化します。変化したリソースの状況に応じて次の処理を行うと、さらにリソースが変化します。それは要するにステートマシンなのではという考え方の土台になる状態遷移図を、実は以前にすでに AKR さんが作成されていまして、こちらは2020年度の Ruby アソシエーション開発助成のメンターレポートに掲載されているものです。ということで、今回の実際の開発にあたっては、ハッピーアイボールズの動作フローを理解するために、先ほどの図をヒントにしながら、こんな感じの疑似コードを作るところから着手しました。この疑似コードを完成させるためには、実装上必要な状態の一覧を整理したり、発生し得るコーナーケースを一つずつ詰めていく必要があります。その結果、出来上がったものが、こういう感じになってしまったんですが、ともかくハッピーアイボールズを実装するために必要な状態の一覧を洗い出すことができたので、基本的な動作と合わせてご紹介します。まずメソッドの開始時点では空のリソースが2種類あります。一つは解決済みの IP アドレスのリスト、もう一つは接続中のソケットのリストです。最初はスタートという状態から始まります。スタートは名前解決を開始するための状態です。ここでは V6、V4 の名前解決を並行に始めて、どちらかが終わるまで待機します。どちらかの名前解決が終わったら、取得したアドレスを解決済みの IP アドレスのリストに追加します。この時、取得できたのが V6 アドレスだった場合は V6C という状態に遷移します。V6C は V6 アドレス宛てに接続を開始するための状態です。後ほど詳しくご紹介します。で、話はスタートに戻って、名前解決の結果、取得できたのが V4 アドレスだった場合は V4W という状態に遷移します。V4W という状態は V6 アドレスの解決を50ミリ秒間待機するための状態です。50ミリ秒以内に V6 アドレスを解決できた場合は、取得したアドレスを解決済みの IP アドレスのリストに追加します。その後 V46C という状態に遷移します。時間内に V6 アドレスの解決が終わらなかった場合は、待機を解除して V4C という状態に遷移します。さて、ここまでに出てきた V6C、V4C、V46C は接続を開始するための状態です。宛先はそれぞれ V6C が V6 アドレス、V4C が V4 アドレス、V46C が V6 か V4 どちらかのアドレスです。それぞれの宛先となるアドレスを解決済みの IP アドレスのリストから取得して、そのアドレスに対して接続を開始します。もし即座に接続が完了した場合は、サクセスという状態に遷移します。この場合は、あとは接続できたソケットを介してメソッドは終了です。なんですが、ほとんどの場合はそんなにすぐには完了しません。この場合は、接続に使用したソケットを接続中のソケットのリストに追加します。さて、接続開始後は250ミリ秒間接続を待機する必要があります。さらに今の状態が V6C か V4C である場合、バックグラウンドではまだもう片方のアドレスファミリーの名前解決が続いている状況です。この場合は接続と同時に名前解決も完了を待つ必要があります。こういったものを待機するために、接続開始後は V46W という状態へ遷移します。V46W は待機のための状態です。デフォルトでは250ミリ秒間接続か名前解決のいずれかが完了するのを待機します。時間内に接続が完了した場合は、サクセスに遷移して接続できたソケットを介して終了です。あるいは時間内に名前解決が完了した場合は、取得したアドレスを解決済みの IP アドレスのリストに追加します。この時、まだ規定の待機時間は経過していません。なので、この場合はもう一度 V46W に遷移して残りの時間を待機します。残りの時間の待機中に接続が完了した場合はサクセスへ。完了しなかった場合は V46C へ遷移して新しい接続を開始します。それから V46W では時間内に接続も名前解決も完了せずタイムアウトするというケースもあり得ます。
この場合はその時のリソースの状況によって次の状態が決まります。まだ接続していない IP アドレスが残っている場合は V46C へ、そうでない場合は再び V46W へ遷移し、接続の待機を続けます。ここまででもし全ての名前解決や接続に失敗してリソースが空になってしまった場合、この場合はフェイリアという状態に遷移します。ここでは例外を挙げてそのまま終了します。さて、今登場したスタート V6C、V4W、V4C、V46C、V46W サクセスフェイリアにユーザー視点のタイムアウトを表す状態を加えた全体像がこちらです。これが分かれば、あとはこの状態遷移をコードでも表現できれば良さそうです。それではソケット TCP の実際のコードをかいつまんでご紹介します。この実装ではループメソッドとケース文を組み合わせることで状態ごとに適切な処理を行います。ループの開始前に現在の状態をスタートに設定しています。スタートで行う処理はこちらです。まずアドレスファミリーごとにスレッドを生成します。そしてその各スレッド内で名前解決を開始します。この後 V6、V4 どちらかの名前解決が終わるまで待機します。ここでは待機のために IO セレクトというメソッドを使っているんですが、その理由は後ほどご紹介します。V6、V4 どちらかの名前解決が終わったら取得したアドレスを解決した IP アドレスのリストに追加します。取得したアドレスから次の状態を判断して次のループに入ります。続いて V4W のコードがこちらです。ここでも IO セレクトを使って V6 アドレスの名前解決を50ミリ秒間待機しています。50ミリ秒以内に名前解決ができたら取得したアドレスを解決済みの IP アドレスのリストに追加します。時間内に名前解決ができたかできなかったかによって次の状態を判断して次のループに入ります。V6C、V4C、V46C はそれぞれ異なる状態なんですが、実際には共通の処理を行うので一つのケースにまとめています。ここでは解決済みの IP アドレスのリストからアドレスを一つ取得して接続を開始します。RFC に従うと本当は接続を開始する前にアドレスリストのソートが必要です。なんですが、今回の実装ではシンプルに V6 アドレスと V4 アドレスを交互に取り出すような仕組みにしています。で、接続を開始した後、すぐさま接続できたかどうかによって次の状態を判断して次のループに入ります。この時、接続が進行中の場合は使用したソケットを接続中のソケットのリストに追加しています。続いて V46W です。ここでは接続か名前解決のいずれかの完了を待機する必要があるのでした。そのためにここでも使用しているのが IO セレクトメソッドです。IO セレクトは IO オブジェクトの準備ができるまで待機するというメソッドです。引数に読み込み待ち中の IO オブジェクトの配列や書き込み待ち中の IO オブジェクトの配列を受け取ります。実行するとこれらの IO オブジェクトのうちいずれかが読み書き可能になるまで待機してくれます。同じく引数でタイムアウトまでの時間を指定することもできます。タイムアウトした場合は読み書き可能なオブジェクトがなくても待機を解除します。返り値は読み込み可能になった読み込み可能になった IO オブジェクトや書き込み可能になった IO オブジェクトの配列です。タイムアウトした場合はニールが返ってきます。ソケット系のクラスは IO クラスを継承しているので IO セレクトでソケットオブジェクトを待機することもできます。この性質を利用して V46W では接続中のソケットのリストを書き込み待ちの IO オブジェクトの配列としてこのメソッドに渡しています。引数に渡したソケットのいずれかで接続が完了するか、あるいは接続に失敗した場合、IO セレクトはこれを書き込み可能な IO オブジェクトとしてみなします。そうすると IO セレクトは待機を解除して対象のソケットの配列を返します。これで接続を待機できるようになりました。では名前解決はどうやって待機すればよいでしょうか。難しいことに名前解決スレッドは IO オブジェクトではないので IO セレクトで直接待機することができません。そこで利用するのが IO パイプメソッドです。IO パイプは相互につながった IO オブジェクトのペアを返すメソッドです。このペアのうち片方が読み込み用、もう片方が書き込み用です。書き込み用の IO オブジェクトにデータを書き込むと、それを読み込み用の IO オブジェクトから読み出すことができるという仕組みになっています。で、実は今回の実装ではスタート時点であらかじめ IO パイプを読んで IO オブジェクトのペアを作成していました。作成したペアのうち書き込み用の IO オブジェクトを名前解決スレッドに引数として渡しています。名前解決スレッドは名前解決が終わったらそのことをこの IO オブジェクトに書き込みます。一方ペアのうち読み込み用の IO オブジェクトはメインスレッドの IO セレクトに渡します。
コスレットで名前解決が終わり次第、この I オブジェクトが読み込み可能になります。そうすると IO セレクトは待機を解除して、この読み込み用の I オブジェクトを返します。こうすることによって接続の完了と名前解決の完了を両方同時に待機できるという仕掛けです。先ほどスタートや V4W でも IO セレクトを使って名前解決を待機していたのはこういった事情によるものです。さて話は V46W に戻りまして、この IO セレクトには接続の待機時間を渡すことによってタイムアウトを設定しています。時間内に IO セレクトが書き込み可能な IO オブジェクトを返した場合、これは接続に成功あるいは失敗したソケットが発生しているという状況です。この場合はそのソケットが実際に接続できているかどうかによって次の状態を判断して次のループに入ります。あるいは時間内に IO セレクトが読み込み可能な IO オブジェクトを返した場合、これは名前解決が完了したという状況です。この場合は取得したアドレスを解決済みの IP アドレスのリストに追加します。その上で残りの待機時間を待つために状態は V46W のまま変更せずに次のループに入ります。あるいは IO セレクトがタイムアウトしてニールを返した場合、これは時間内に接続も名前解決も完了しなかったという状況です。この場合は現在のリソースの状況に応じて次の状態を判断して次のループに入ります。残りの状態は状態遷移の終了を表すものです。まずすべての名前解決や接続に失敗してフェイリュアに至った場合、最後に補足したエラーで例外を発生させます。ユーザー視点のタイムアウトが発生した場合はそれを表す例外を発生させます。接続に成功してサクセスに至った場合は接続完了したソケットを介してループから抜けます。あとはスレッドやパイプや他の接続中のソケットの後始末をして接続済みソケットを介してメソッドを終了させます。でここまで、ソケット TCP のハッピーアイボーズ実装の重要な部分についてお話をしました。なんですが実用上の観点からはさらにいくつか考慮が必要なところがあります。まず1つ目、実は実装中に先ほどの状態遷移図ではカバーできていないケースを1つ発見しました。それはこんなケースです。まず IPv6 か IPv4 どちらか片方のアドレスファミリーの名前解決が終わっているとします。さらにこれまでに解決できたすべての IP アドレスに対して接続開始済みとします。そしてその後すべての接続に失敗してしまったとします。この時解決済みの IP アドレスや接続中のソケットは空の状態ですが、バックグラウンドではもう片方のアドレスファミリーの名前解決が続いています。この時リソースが空になってしまったのでフェイリュアに遷移するべきでしょうか、それとも名前解決を待機するために V46W へ遷移するべきでしょうか。でこのケースに関する仕様は実は RSC にも定義されていません。なのでソケット TCP としてどうあるべきかを考える必要があります。そこでナルスさんをはじめとする Ruby コミッターの皆さんに相談をして、基本的には変更前のソケット TCP の仕様に合わせて V46W で名前解決を待ち続けることにしました。ただしソケット TCP にはもともと Resolve Timeout というキーワード引数があります。これは名前解決にタイムアウト時間を指定できるという引数です。この引数を利用しているときに同様の状況が発生した場合はフェイリュアに遷移して例外を発生させるようにしました。2つ目です。今回の変更によってソケット TCP の内部実装は大きく変わっています。コード行数は変更前で43行だったものが変更後は528行へ10倍以上に増えています。この中にはスレッドを生成したり IO セレクトを呼び出したりといった比較的実行コストの大きな処理も含まれています。こういった実行コストはそのまま実行時間に反映されていて、変更前に比べると変更後は2倍以上実行に時間がかかるようになっています。一方でハッピーアイボールズは接続を開始した後いつまでたっても完了しないというような最悪ケースを救うためのものです。このためにある程度のパフォーマンスの低下は避けられないという考え方もあります。この2つの観点を両立させる作戦としてハッピーアイボールズを機能としてオンオフできるようにするオプションを導入しました。ソケット TCP を呼び出す際にファストフォールバックというキーワード引数に True False を渡すことでこれを制御することができます。デフォルトではファストフォールバック True の状態、つまりハッピーアイボールズが有効な状態です。明示的にフォルスを渡すとハッピーアイボールズを導入する前のソケット TCP のコードを呼び出します。でいつかこのオプションが不要になるぐらいパフォーマンスを改善できればいいんですが、一旦はまだ先の課題ということにしておきましょう。ということで以上のような調整を加えてこれでソケット TCP のハッピーアイボールズ対応は完了です。では早速動かしてみたいと思います。
といきたいんですが、ちょっとその前にデモ用のプログラムについて簡単にご紹介させてください。こちらが今から実行するクライアントプログラムです。ソケット TCP を実行して、サーバーと接続できたら適当な値を書き込んで、サーバーから返ってきたレスポンスを画面に表示するだけという簡単なものです。で、こちらがサーバープログラムです。IPv6 アドレス宛てのリクエストと IPv4 アドレス宛てのリクエストをそれぞれ受け付けられるようにプロセスを2つ立ち上げます。実際にリクエストを処理するのはアクセプトループというメソッドです。で、アクセプトループメソッドの実装はこちらです。クライアント側のリクエストを待機して、リクエストが来たらそれを受け付けて、コネクション OK という文字列とともに、接続できた IP アドレスとアドレスファミリーを返します。ただし一つ仕掛けがあって、サーバープログラムの実行時に引数に IPv6 とか IPv4 といった文字列を渡すことができるようになっています。例えば IPv6 という文字列を渡してプログラムを実行すると、 IPv6 対応サーバーはリクエストを待機する行を実行する前にスリープを実行します。こうすることによってクライアントが IPv6 アドレス宛てに接続を開始した後、その接続がいつまでたっても完了しないという状況を再現します。ではやってみたいと思います。まず、サーバープログラムを今から立ち上げていくんですけれども、まずは先ほどご紹介しましたオプションを使わずにそのまま立ち上げます。そうすると今これは接続を阻害するものが何もない状況になっております。で、この状態でまずは、ハッピーアイボーズを導入する前の Ruby、Ruby3.3.1 で、クライアントプログラムを実行してみます。で、そうすると特に問題なくコネクション OK が返ってきました。IPv6 で接続ができている状況になります。で、これに対して、ハッピーアイボーズ対応の Ruby でも同じくこの状況でまずはこのクライアントプログラムを実行してみたいと思います。ちゃんとまずはコネクション OK が返ってくるかどうかを確認します。はい、ということで、無事にコネクション OK が返ってきて IPv6 で接続することができました。ではですね、サーバープログラムを一旦止めまして、今度は、IPv4 という文字列を渡してこれを実行していきたいと思います。こうすると、IPv6 アドレス宛ての接続は成功するけれども IPv4 アドレス宛ての接続は完了しないという状況を再現しています。で、この状況で再び、まずは Ruby3.3.1 でクライアントプログラムを実行します。特に問題なく、コネクション OK が返ってきますし、もちろんハッピーアイボーズ対応の Ruby でこれを実行しても同じく接続に成功していることが確認できます。ではですね、最後にIPv6 という文字列を渡してサーバープログラムを立ち上げてみたいと思います。こうすると IPv4 アドレス宛ての接続は成功するけれども IPv6 アドレス宛ての接続は完了しないという状況になります。で、この状況で、三度まずは Ruby3.3.1 でクライアントプログラムを実行します。いきます。そうすると今これ実行した後レスポンスが返ってきていない状況になっているのをご確認いただけるでしょうか。これは IPv6 アドレス宛てに接続しに行ってしまっているので接続が完了せずにそのまま止まってしまっている状況になります。これが一番最初にご紹介しました現在のソケットライブラリの課題になります。では一旦これを停止しまして、ではハッピーアイボーズ対応の Ruby で今からこの状況で実行してみたいと思います。期待としてはIPv6 アドレス宛てに接続をしに行っている間に IPv4 アドレス宛ての接続が成功してコネクション OK が返ってきてほしいです。いきます。はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。無事に、IPv4 で接続ができてコネクション OK が返ってきました。ということでハッピーアイボールズはちゃんと動作しているようです。ではちょっともう一回スライドの方に戻りまして、ですね、ここまでご紹介してきました実際のコードは MRI のリポジトリのプルリクエスト9374番でご覧いただけます。で、このプルリクエストはすでにマスターにマージをされておりまして、次、Ruby3.4 に含まれる予定になっております。ありがとうございます。ということで皆さんぜひこのハッピーアイボールズ対応のソケット TCP を試してみてください。皆さんからのフィードバックをぜひお待ちしております。で、これでめでたしかと思いきやですね、まだ一つ残ってまして、最初にご紹介した通り C で実装されている TCP ソケットニューメソッドの方もハッピーアイボールズ対応が必要なのでした。ということでこちらについては現在鋭意開発中です。続報をお知らせできるように引き続き頑張りたいと思います。続くということでここまでアドベンチャーオブハッピーアイボールズという話をしました。本プロジェクトのメンターをしてくださった成瀬さんや先行するプロジェクトで取り組みをなさっていた松下正樹さん、AKR さんをはじめとして今回ご協力いただいた方々に感謝をしつつご清聴ありがとうございました。